タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて114週間が経ちました。明けましておめでとうございます。この動画を作っているのは2025年の年末年始の休みに入り、のんびり過ごしながら隣でくつろぐニアを撫でつつゆっくり編集作業をしています。クリスマスが終わったと思ったら、スーパーの売り場は一気に年末年始モード。お正月用の食材がずらりと並び、それに合わせるように値段も一気に上昇。クリスマスの時に買っておけばよかったなぁとちょっと後悔してしまいました。そんなこととは関係なく、ニアは家族と一緒にいる時間が増えてどこかご機嫌です。ただ朝の散歩は別の話。外に出ようとすると細い体に寒さがこたえるのか、少し渋い表情になります。それでも散歩に行かないわけにはいきません。運動不足で体重が増えると足への負担が心配です。年末年始だからといって食べて寝てばかりはいられません。散歩の序盤、ニアはもう帰りたいと言わんばかりに抱っこをリクエストしてきます。冷たいアスファルトが苦手なのかもしれませんね。靴を履かせたいところですが、洋服にも抵抗感があるので、それはいつかのお楽しみです。年末年始のお休みもあと少し気負わずに無理せず、いつものペースで今年も緩やかに始めていきましょう。大晦日、今日は少し特別な準備をしています。一年の終わりに合わせてニア用のおせち作りです。2歳になってから食欲はぐんぐん成長。食べられるものも増えて、最近のお気に入りはおにぎり。コンビニのおにぎりを開ける時のカサッという音、それだけで部屋のどこからでも飛んできます。温かいご飯に海苔を巻いてみたら、その反応はもう言うまでもありません。待ちきれない様子でじっと目を見つめてくるので、今日は思い切ってご飯と海苔が主役のおせちにしました。まずはさつまいものマッシュを乗せた軍艦巻き。見た目はお寿司、中身は優しい甘さ。次は蒸した鶏胸肉の握り寿司。ご飯と一緒に細い海苔でくるっとまとめます。そして定番、ディアラ入りのおにぎり。中身がわかるように一口分をちょこんと上に。ただちょうど良いお皿がなかったので、なんかそれらしいお皿に乗せてみました。丁寧に作ったつもりでもやっぱり慣れないものは難しい。気づけばおせちというよりお弁当。しかも量はしっかり多め。お正月なのに散歩は少し長めになりそうです。そんな締めくくりも含めて今年らしい大晦日の一日でした。年末年始の休み、少し時間に余裕ができたので、2026年の自分をどうアップデートするか考えてみました。最近は AI の答えもどんどん賢くなってきて、知識を持っているだけではすぐ追いつかれてしまう時代です。だからこそ自分の頭に知識を定着させるスピードをもう一段階向上させたいと考えています。これまでは専門用語を理解するためにいくつも記事を読み比べてなんとなく吸収するやり方でした。でも技術や仕組みの変化が早すぎてこのペースだと間に合わない、そんな危機感もあります。そこで意識し始めたのが理解の順番。全部を完璧に理解しようとせず、まずはこれは何の話かを一言で言える状態を作ること。細かい言葉は後回しで、なぜ生まれてどう動いて
結果どうなるのか、この流れだけを抑えます。そして分かったつもりにならないために誰かに説明するつもりで声に出して話してみる。詰まったところは理解が浅いサインです。大事なのは完璧を待たないこと。8割分かったら外に出す。間違えたら後で直せばいい。理解が早い人は特別なのではなく、ただ理解の手順が決まっているだけ。2026年に向けてそんな学び方を少しずつ習慣にしていこうと思います。引き続きこんなテンションで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをポチっていただき、感想をコメントで教えてくださいませ。